私の両親は、私の心臓を養女の妹に移植するため、私を法廷に訴えました。裁判官は高度な技術で記憶を抽出し、100人の陪審員が評決を下します。両親が勝訴すれば、私の臓器は彼らに渡されます。彼らは私が悪人だから裁判に出てこないだろうと思っていました。しかし、私の記憶と真実を知ったみんなは涙で打ちのめされたのです。私は覚悟を決めて法廷に立った。眼前の大スクリーンにはリアルタイムでコメントが殺到している。自ら裁判に立つ勇気ある初めての人物だ。動かぬ証拠があるからこそ犯罪者は屈服する。これから好みが始まる。開廷前、裁判官は最後の警告を発した。被告、裁判の過程とその結果を理解しているか？それでも裁判を受けるというのか？有罪判決を受けた場合、その場で安楽死させられ、臓器の所有権は両親に渡される。そうすれば、彼らは私の心臓を使ってスージー・ジョーンズを救える。原告席では、実の両親が軽蔑の眼差しで私を睨みつけていた。彼らは自分たちがこの裁判に勝つと確信していた。なぜなのか理解できなかった。私は彼らの実の娘なのに、長年苦しめ、憎み、傷つけてきた。今では私の心臓を引き裂こうとしている。スージーが本当の娘で、私は違うのではないかと疑うことさえあった。今、彼女は両親の隣に座り、マスクとサングラスで顔を覆い、表情は見えなかった。私は目を閉じて深く息を吸い、覚悟を決めて裁判官を見た。始めてください。裁判官が原告側に向きかけた。原告たち、この裁判が。母が甲高い声で遮った。私たちが両親です。負けるわけがないでしょう？早く始めて。スージーに待つ時間はないの。こうして裁判は始まった。最初の告発は、家族の義務を果たさず、病床の父親を顧みず、自分勝手に堕落した生活を送っているというものだった。スクリーンには、涙を拭いながら告発の詳細を語る母の姿が映し出された。我が家は貧しかった。父は懸命に働いて私を学校や大学に行かせたが、父が重病になった時、私は学業が忙しいを理由に面会を拒んだ。医療費を送金せず、父の左足に永久的な障害を負わせた。信じられない、なんて冷酷なんだ。恩知らずめ。教育を受けた意味がなさすぎる。コメントは残酷だった。スクリーンには、母が電話をかけ続け、障害を負った父を連れて大学まで探しに来るも、すべて吐露に終わった様子が映し出された。裁判官でさえ眉を潜めた。原告側では、両親が得意げな表情を浮かべていた。スージーがほんの少し顎を上げるのを見た。私は静かに被告席に座り、スタッフが素早く記憶抽出装置を頭に取り付けるのを任せた。電流がブンブンと音を立て、脳を刺すような鋭い痛みを感じた。私は唇を固く結び、声一つ立てなかった。数秒後、スクリーンに大きな2文字が現れた無罪。スクリーンは観客からの疑問符で埋め尽くされた。どうして無罪なんだ？母は後ろめたそうにうつむいた。私の記憶がスクリーンに映し出された。私が8歳の時、スージーが我が家にやってきた。彼女と私、そして彼女の両親は交通事故に遭った。彼女の両親は即死した。彼女の父は父の親友だったため、父は躊躇なくスージーを養女に迎えた。母も快く承諾した彼女は昔からスージーが好きだった。それ以来、私の人生は地獄と化した。スージーが気に入ったものは何でも、たとえ教科書や宿題であっても、私は彼女に譲らなければならなかった。先生に怒られると抗議した。父は私の顔を平手打ちした。
彼女は両親を失ったばかりだ。ノート一冊譲るくらいで何が問題だ？その年の期末試験前、スージーは私の持っているペンゼンテを気に入った。私が譲らないと言うと、父はほうきを手に取り、私を殴りつけた。非常で自分勝手な米。ペンなんてどうだっていいだろう。スージーに譲りなさい。私が痛さに叫ぶ中、母は泣くスージーを抱きしめ、慰めていた。大丈夫、新品を買ってあげるから。スージーは目を赤くして言った。でもそのペンは、お母さんが誕生日にくれたものに似てる。震えながら、私は文具箱ごと彼女に渡した。もう殴らないで。どうぞ、全部持って行って。私はもういらない。その日、試験を受けられなかった。期末試験ですべての科目で落第点を取り、私は退学を余儀なくされた。どうせお前は学校に行ける頭じゃない。父は冷笑した。スージーに向き直ると目を優しくした。スージーは違う。彼女はいつもクラスで一番なんだ。いつも一番だったのは私の方だった。第2章。私の学業成績を両親は常に無視してきた。すぐに母は私を工場に就職させた。しっかり働いて必ず時間通りに家にお金を送りなさい。彼女は言った。スージーの学費は安くないんだから。彼女の口から出る言葉は常にスージーのことだった。彼女は所長の痛みで青ざめ、ズボンに血の跡がついている私には目もくれなかった。工場での仕事は過酷だったが、そこにある図書館には傷んだ教科書や古い捨てられた本が置いてあった。休憩時間には走って図書館に行き、読書と勉強に励んだ。校員の中には多少の教養がある者もおり、私が若く学ぶ意欲に満ちているのを見て、喜んで指導してくれた。近くの高校に入学させようとしてくれる者さえいた。給料の大半を実家に送り、残りはこっそり貯めて、いつか再び学校に通える日を夢見た。しかしある日、私は病気になり、送金が遅れた。両親は工場に押しかけ、怒鳴りつけ、私を殴った。同僚たちが止めようとする中、混乱して私の本が地面に落ち、ページの間に隠していたお金がこぼれ落ちた。父は私の腹を蹴った。よくも俺たちから金を隠したな。殺してやる。母は本を引き裂いた。勉強？このゴミくずがまだ学校なんて夢見ているのか。私は地面にひざまずき、母に懇願した。お願い、お母さん、やめて。これらの本は私のものじゃないの。借りなきゃならなかったんだ。父は私を平手打ちした。よくも口答えするな。お前の母さんがしたいようにさせろ。お前は必要なところに使わず、無駄なことに金を浪費している。彼らは私の本を引き裂き、水に投げ入れ、踏みつけた。寮を捜索し、私の金をすべて奪い去った。私には何一つ残さなかった。去り際に母はうなるように言った。そんなに暇ならもう一つ仕事を探せ。スージーは課外授業で金が必要なんだ。私は何もかも失った。両親はスージー一点張りで、私に金がなくどうやって食べ、どうやって着るものを調達するかなど考えもしなかった。本は完全に破壊された。返せないので、アルバイトをして金を稼ぎ、弁償しなければならなかった。その一つが建設現場での雑用や肉体労働だった。工場よりもさらに過酷だった。一度重すぎて生理痛で弱っていた私はセメントのバケツを丸ごと落としてしまった。現場監督はこれを見て首を振り、もうここで働かなくていいと言った。私は涙ながらにひざまずいて哀願した。もっとうまくできます。もう一度チャンスをください。現場監督はため息をつき、私を起こそうとしたが、
セメントはすぐに乾き、私の足を閉じ込めてしまった。結局、作業員たちはハンマーを使ってコンクリートを壊さなければならず、その過程で私の足に怪我を負わせた。結局解雇されたが、現場監督は憐れみをかけてさらに$300くれた。怪我の治療を受け、虚弱な体を自養するためにまともな食事をとるようにと言われた。私は足を引きずりながら去った。苦労して稼いだ金だったし、誕生日だったので自分を甘やかしたかった。地元のパスタ屋に行き、パスタを注文した。ちょうどその時、両親がスージーを連れて入ってきた。彼らはいつものように彼女を食事に連れ出していたが、私がそこにいるとは思っていなかった。父は激怒した。また金を隠したな、この恩知らずめ。母は私に襲いかかり、髪を引き裂きながら泣き叫んだ。もう大人になったんだね。外食して両親の苦しみを無視するなんて。彼らは身なりが良かった。スージーは蝶結びのふわふわスカートまで履いて、小さなお姫様のように見えた。私は床に倒れ込み、髪は乱れ、だらしなくサイズの合わないボロボロの服を着て、靴は擦り切れ、足の傷から鞭で濡れていた。それでも、私は皿をしっかり握りしめ、できるだけ早く食べた。それは私が今まで食べた中で最高の食事だった。ほんの一瞬、すべての痛みを忘れることができた。スージーが鼻を覆い、嫌悪感から顔を背けるのを見た。これを見て、両親はさらに怒った。母は私の手をつかみ、父は私から皿を奪い取り、私の頭の上にひっくり返した。さあ、存分に食べろ。彼らはスージーと一緒に去った。去る前に、母は私のポケットを探り、持っていた金をすべて奪った。私はそこに座り、髪からソースが滴り落ち、彼らが去っていく後ろ姿をぼんやりと見つめていた。彼らは家族のように見えた。店長は私の金を受け取るのを拒んだ。別の皿を提供しようとさえしたが、私は首を振り、足を引きずりながらレストランを出た。外では雨が降り始めていた。スクリーンには私のシルエットが雨の中にゆっくりと消えていく様子が映し出された。オンライン法廷は静まり返った。両親はそっと身をよじり、裁判官の視線を避けた。スージーはうつむいたまま、誰とも目を合わせようとしなかった。